皆さんこんにちは。バララボへようこそ。今回は当ラボの記念すべき本格的な実験企画をお届けします。今画面に映っているのは我が家のアイスバーグです。見ての通り、例年以上の勢いで青々と力強い新芽をこれでもかと吹かしてくれています。実はこのアイスバーグ、少し前に園芸の教科書を読んだら誰もが絶対にやめなさいというようなある禁断の実験を行いました。それが一番花が終わった直後の初夏の強剪定です。通常骨格を大きく変えるような強剪定は株が眠っている冬の休眠期に行うのが鉄則とされています。成長期である初夏にそのような荒技に出たら株が弱って枯れてしまうのではないか。今回はそのようなリスクを承知の上であえて挑んだ実験のプロセスと驚きの結末を詳しく公開します。じっくりと解説していきますので、ぜひ最後までお付き合いください。時計の針を一番花が終わった直後の5月下旬に戻してみましょう。こちらが剪定前のアイスバーグの姿です。アイスバーグはフロリバンダという系統に属しており、非常に細かく枝分かれし、さらに横張りタイプといって横方向へ大きく広がる性質を持っています。放っておくとどんどんスペースを占領していくタイプです。今年も見事な純白の花をたくさん咲かせてくれたのですが、ここで一つ大きな問題が発生しました。カメラを少し横に向けてみます。すぐ横のスペースに期待の新しいバラ苗を植えたのですが、アイスバーグが横に広がりすぎたせいでこの苗に全く日が当たらなくなってしまったんです。この苗にとって初夏の太陽の光は成長のための命綱であり、最も重要なエネルギー源です。このまま日陰に置いておくわけにはいきません。そこで隣の特等席の日当たりを確保するため、アイスバーグの横幅をコンパクトに抑える緊急オペを敢行することにしました。さあ、ここからが実験の本番です。今回の検証のポイントは、初夏に強剪定をしても本当に株は弱らないのかという点につきます。アイスバーグは世界殿堂入りの名家であり、とにかくタフで樹勢が強いことで知られています。このアイスバーグの圧倒的な生命力なら初夏であっても耐えてくれるはずだという仮説のもと、実際にハサミを入れていきます。通常の一番花の後の剪定といえば、花の数節下を軽く切り落とす程度にとどめるのが一般的です。しかし今回は違います。冬の剪定よりも大胆に横に激しく張り出した太い枝をバッサリ切り落としました。作業が終わってみると、あんなに生い茂っていた株がすっかり横方向に小さくなってしまいました。さすがに少し切りすぎてしまったかと胸がハラハラするほどの姿です。ですが最大の目的であった隣の苗への日当たりはこれで完璧に解消されました。あとはアイスバーグ自身の体力が持つかどうかじっくり観察を続けます。強剪定を行ってからしばらく時間が経過した現在の様子がこちらです。結論から申し上げますと、結果は大成功でした。
株が弱るどころか、驚いたことに例年よりも明らかに新芽の勢いが良く、株全体がパワーアップしているのがわかります。強く切られたことで木の養分が新芽の部分に集中して、いつもより成長するようになったのかもしれません。懸念していた隣の苗も、遮るもののない太陽の光をいっぱいに浴びて、すくすくと順調に成長を続けています。教科書通りに行けば NG とされる初夏の強剪定ですが、アイスバーグほどの圧倒的な樹勢とスタミナを持つ品種であれば、環境改善のための有効なアプローチになりうるという素晴らしいデータが得られました。常識破りの実験、初夏のアイスバーグ強剪定、いかがでしたでしょうか。ここで今回の実験における重要な注意点があります。今回の環境でフロリバンドのアイスバーグでは良かったという結果ですが、他の場所や品種では必ずしも同じ結果になるとは限らないので、基本的に強剪定は冬の休眠期に行うことをお勧めします。今回はあくまでアイスバーグという抜群の強犬種だからこそ成立した特例です。それでも今回の強剪定の実験で、他の何かの邪魔になっている枝は強く切っても大丈夫なんだということが学べたので、今後の手入れの役に立ちそうです。教科書を鵜呑みにするだけでなく、こうして実際に試して経験値を積んでいくことこそが栽培の本当の楽しさだと実感しています。今回の実験、ハラハラしたけど面白かった、データとして参考になったと思った方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をして、これからのバララボの研究を応援していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。